はい、こんにちは。BJTV のタイガーです。はい、今回はですね、前々から作ってみたかった、キャンプ飯というかバーベキュー飯をちょっと作っていこうと思ってて、食材こちら、鶏丸々1匹買ってきたんですけど、こちらを使って今回ちょっとビア缶チキンをちょっとね、作っていきたいと思います。で、こちらの調味料とかもつけていくんですけども、今回は胡椒と塩、あとこちらバジルと、こちらがね、クリスピーフライっていうなんかフィリピンで唐揚げとか作るときに使うやつなんですけど、これが今日本のアマゾンでなんか爆発的に1000円とか1個するんですけど、今はもう結構爆発的に売れてて、売り切れくらいのめちゃくちゃうまいみたいになってる粉らしくて、こっちでは本当ね安く手に入るんで、これもちょっとつけてやっていこうと思ってて、でね、今回ビア缶チキンっていう名称になってるんですけど、こっちのビール結構めちゃめちゃ臭くて、ビールでやろうかなっていう話にも1回はなったんですけど、ちょっとやっぱ臭いよねってことで、こちらの、フィリピンのルートビア、沖縄とか日本であるんですけど、ルートビアを使ってビア缶チキンというかルートビア缶チキンやっていきたいと思うんですけども、普通だったら多分ビールのお酒が飛んでなんか鶏が柔らかくなるとか、そういうのがビア缶チキンだと思うんですけど、果たしてこのルートビアを使ってどういう味になるのかっていうところをちょっと検証していきます。で、実際使うのめちゃくちゃ漏れてきたけど、実際使うのこのビア缶チキンって半分くらいしか使わないんですよ。だからこっちもね、今半分飲んじゃいます。これがルートビア、これなんか科学的な、ドクターペッパーよりもっとより科学的なやつ今飲んで、ちょっとこの先これでルートビア缶チキン作るの不安ですけど、今回ちょっと試してみます。で、あともう一つ、なんかルートビア以外にも鶏の中に何か入れたら美味しいんじゃないかって話で、これがね、このフィリピンの地元の人がよく食べてる、中にこれ米入ってるんですよ。日本でいうちまきみたいな。ただ中がもち米じゃなくて普通の米をただ固めて、固まってこの中入ってるんですけど、これを鶏の中に入れて、このビア缶でこうやったらいろんな鶏の脂とかが出てめちゃくちゃうまくなるんじゃないかっていう話になって、こっちもちょっと挑戦していこうと思うので、じゃあこれからちょっと作っていきます。はい、そしたらまず鶏肉をね、丸々よく洗っていきます。はい、じゃあ洗い終わった鶏に味付けしていくんですけど、まず調味料とかの味が染み込みやすいように鶏にね、フォークとかナイフで穴開けていってください。裏の方もね、一応開けといた方が多分染み込んでいくと思うんで。これはまず基本的には塩コショウと、あとお好きな調味料で全然まぶしてるんですけど、まずは胡椒をね、塩かな、ね全体に塩を味の素フィリピンのクリスピーフライをちょっと全体にまぶしていきます。
ゃあね、ちょっとルートビア鶏のお尻から刺していきます。はい、ということでね、ちょっとね1時間20分くらい経った状態なんですけど、まだちょっとね、もうちょっと焼かなきゃなーっていう状況なんで、これから焼いてきて、まあ見てください。もうちょっとね、ちょっと火を入れていくって感じで、まあ、待ってるのもう暇なんで、まあいつもの赤いやつっていうかレッドホース飲んで巻きますわ。はい、ということでね、ちょっともうそろそろできたと思うんで、ちょっとこちら開けてきます。さすがにもうねできてると思うんですよ。あ、めちゃくちゃいい感じですね。これ来たんじゃない？初挑戦にしては。ちょっとこれ移動させていくか。こっち持って缶もこぼれないように挟みながら、よし、これはにしていくか。いや、これいいんじゃない？ちょい焦げだね、足がね。まずどれくらいルートビアが残ってたかっていうと、ほぼ減ってないのか、油がそうだね、ほぼ油が入ってるね。こんだけ油が、まあ、正直1時間くらいでやろうと思ったんですけど、まあ、弱火でずっとねやって、結局2時間近くやりました。そしてやっぱこんだけの油がね取れてきたんで、はい、ということでできたんでね、ちょっとこれから食べていきます。まずちょっとね、足とか切っていきたいんですけど、まず最初に入れたこっちの現地のお米、これちょっと一回まず取りますね。これもね絶対うまいわ。これも絶対うまい。でもこれちょっと後でね一回こんで置いといて、まずね鶏からいっちゃいたいと思います。ここからね、まず足を切っていこうかな。いきますよ。あー、取れたね。あっち見てください。まだちょっと赤いんですけど、赤いところは取ってますね。まずこれ、これいっちゃいますよ、ガブリと。匂いはめっちゃバジルの匂いがめっちゃしますけど、ちょっと丸かじりしたいと思います。こっちの方がうまそうだな。じゃあいただきます。おっと、うまい、うまい。
でもルートビア感はゼロ。ちょっとなんだっけ、日本で今大人気のアマゾンで売ってる味の素が出した唐揚げのやつ、あれがめちゃくちゃまぶされてうまいですね。あとちょっとバジルの香りがねすごいきてますけど、でもこれね今回多分成功って言っていいんじゃないですか。初めての割にはめちゃくちゃうまいっすもん。しかも2時間、本当は1時間って自分も思ったんですけど、2時間こんだけバーベキューでこうやってったんで、これめちゃくちゃうまいね。うまい。めっちゃかな。はい、じゃあ次はね、こっちの現地人が大好きなじゃあポースを食べていきます。切りも入ってない。切りも入ってない。いつもはね切れ目入れてくれるんですけど、ちょっと今日入れてくれなかったんで、ちょっと無理やり剥いてきますけど、自分で入れちゃいますけど。半分まででいいかな。これがねフィリピン人の大好物のねポソっていう、10円くらいでねどの店でも売ってるやつなんですけど、これちょっといきますね。美味しいって言いたいとこなんですけど、全く味が何も染みてない。2時間ですよ。2時間やったけど、まだちょっと中全然白いですし、これねあんま変わんなかったな、これに関しては。これに関してはあんま変わんなかったけど、チキンと食べればそれはもちろんお米ですから美味しいですよ。もしこのポソ入れる場合はね、むき出しに入れちゃうと崩れちゃうから、あれだね、普通にこれ作ってお米と一緒に食べるのが一番いいですかね。なんかこれ自分の好きな調味料も入れれるし、それでこうまぶして焼いてった方が全然美味しいね。もしなかなかやれる機会も少ないと思うんですけど、もしやりたいってなったら全然どなたでも全然コメントとかメッセージいただければ、もちろんどこで買うとか、もしくはもう一緒にやっちゃってもいいですし、そういうのもあるんで、そしたら全然下にコメントとか、メッセージとか気軽にねしてください。さっき自分足1本食べましたけど、まだまだこれ1人じゃね全部食べきれないんで、いつものシェアハウス仲間とねちょっとこれからみんなで食べていきたいと思います。では後ほど。はい、ごちそうさまです。今回初のね、ビア缶チキンならぬルートビア缶チキンちょっと完食しましたけど、完食したし、ちょっとこんなに飲んじゃいましたね。これタイガービール、こっちのシンガポールとかで有名なタイガービールとか飲みましたけど、さっき食べた時に全くルートビアの風味というか味全然しなかったんですよ。
でもなんかみんなで食べていくうちにね、表面はやっぱりクリスピー唐揚げ粉、日本で今有名な味の素の唐揚げ粉の味してめっちゃうまくて、胸肉全然味出んなっていう話になったんですけど、中食べたらね、やっぱルートビアのなんか化学薬品っていうか、なんか歯磨き粉さ、ドクターペッパーのもっと上みたいな感じがめちゃくちゃあって、やっぱルートビアもめちゃくちゃ染みてましたね。ただルートビアつけたこれ最初に缶に入れたこれね、このねだし、もしかしたらワンチャンうまいのかなと思ってスプーンでほんと一すくいしたんですよ。まあクソまずかったですね。これは何の料理にも使えないまずさ、漬物も無理、何かにだしとして取るのも無理、何か例えばカレーとかのなんか隠し味で入れる、いやそんなの無理みたいなレベルの話でしたけど、はい。でまあね、自分もやっぱセブにずっと住んでて、こういうバーベキューとかやりたいなってずっと思ってたんですよ。この鶏の丸焼きとかね、レチョンマノックって言って、犬がめっちゃうるさいけど喋り続けます。レチョンマノックって言って、こう棒を刺してこうずーっと何時間もやってるのを見ててやりたいなと思ったけど、マンションのほんと一室みたいなワンルームで住んでたら、そんなのねもう匂いもついちゃってできないっていうのも結構今まで自分でちょっとやりたいなと思うそのモヤモヤがあったんですけど、こういうやっぱところに来ればもう全然バーベキューで例えばどっか買ってきてとかもできるから、ぜひそういうのやりたい人とか、本当旅行に来た人とかも全然連絡もらえれば、全然いつでも協力するんで来てもらえればと思うんで、そういう人はもう全然いつでもメッセージください。で今日はこんな感じで初のねビア缶チキン、違うねルートビア缶チキン食べましたけど、なんか他に入れてほしいものとかあれば、そういうコメントもいつでもどしどしお待ちしてますんで、ぜひですね、ちょっといいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。でぜひね次の動画もちょっと頑張って面白いの上げてくるんで、またちょっと次お会いしましょう。バイバイ。